どうもこんにちは、大峰です。デジタル一眼カメラを比較してきたこのシリーズもいよいよ最後、高価格帯機種の比較になります。15万円以上の機種を高価格帯として調べていきましたが、この価格帯になると機種だけでなくメーカーまでもかなり絞られてしまい、結果キヤノンが2機種、ニコン機も2機種となってしまい、なんともアンバランスなことになってしまいましたが、そんな5機種を紹介していきます。まずはニコン D750、次にニコン D810A、キヤノン EOS7D Mark II、キヤノン EOS5DSR、ソニー α7S、ILCE7S の5機種を見ていきます。それでは始めていきましょう。まずはニコン D750 から見ていきます。高画素数そこそこの高速連写性能、それに加えて防塵防滴、1230枚もの撮影枚数、フル HD で 60p 収録が可能と高い基本性能を持つ優秀なカメラとなる D750。サンプル画像を見ても特に欠点が見当たりませんが、強いてあげるとすれば暗部や特定の色がちょっとおかしいかなとは思いましたが、ローで撮影すれば現像時に調整できるので問題はないかと思います。動画の画質は公式のサンプルを見る限りではそれほど良いということはなさそうですが、十分に実用的だろうと思います。重いとはいえ、フルサイズ機としてはかなり軽量な部類に入るので、機動性を重視する方や女性なんかにも進みやすい機種と言えそうです。それじゃあ次、ニコン D810A を見ていきましょう。カメラには用途に応じて様々な機能が搭載されていて、それがそのカメラの特徴となるわけですが、この D810A の特徴はズバリ天体撮影。夜空に浮かぶ星々を撮影するために特化したカメラなわけですが、あまりにも特化すぎたために、それ以外の用途では公式サイト上ですら一部赤みがかるとの理由から一般的な用途ではお勧めできないとしています。その特徴の一つとして、Hα 線の波長に対応した光学フィルターを搭載し、一般的なカメラでは淡い赤色になってしまうのを色を鮮やかに撮ることができるとのことで、天体撮影専用のカメラと割り切れば、現状ではベストな製品なのは間違いないと思います。サンプル画像を見ると確かに色鮮やかな描写が目立ちますが、それだけではなく低ノイズも合わさってかなりのインパクトを持った写真を撮ることが可能なカメラとなっています。次にキヤノン EOS7D Mark II を見ていきたいと思います。一部のハイエンド機を除き、スポーツ写真を撮るなら 7D というくらい動く被写体を撮影するのに最適なこのカメラ。2020万画素と比較的高画素ながら秒間10枚もの高速な連続撮影が可能となっています。高速なオートフォーカスやハードな業務にも対応する頑強なボディなどが特徴になっていますが、機能面でも上のグレードにあたる 6D や 5D Mark III よりも機能的に秀でている部分があり、最新型ではフル HD での 60p 収録も可能となっています。サンプルを見ていくと以前のモデルに比べて自然なシャープネス処理となり、解像感が向上している上にノイズも適度に減少しているなど、画質面に関しての向上が目立ちとても良いカメラだと思いました。操作系がキヤノンのハイエンド機である EOS1DX と共通する部分が多いため、様々な機能を駆使して撮影をされるという方にお勧めできるカメラです。さて、それでは次、キヤノン EOS5DSR を見ていきましょう。いよいよ登場したキヤノン初の超高画素機である 5DSR。他社を圧倒的に引き離す5060万という画素数は描写力への期待が高まる反面、高感度で撮影した際の画質低下が気になるところでもあります。現在公開されているサンプル画像はどれも低感度で撮影されたものばかりで、実使用に近しいデータは確認できませんが、超高解像度ならではのキレのあるシャープな描写は初代 5D のサンプル画像を見た時以来と言ってもいいほど良い印象を受けました。先に取り上げた 7D Mark II もそうですが、最近のキヤノンのハイエンド機はだいぶ画質が改善されているようで、キヤノンユーザーの僕としては嬉しい結果となりました。いよいよ最後、ソニー α-S ILCE7S を見ていきます。今となっては低画素機の部類に入りますが、最高感度が40万9600という超高感度撮影が可能な α7S。ソニーの公式サイトではサンプル画像の実データがなかったため、ノイズや流浄感に関する厳密なチェックはできませんでしたが、ギャラリーにあるサンプルを一通り見る限りでは画質自体はかなり良いように思いました。特に暗所での性能が高く、ホタルを撮影した写真なんかは他のカメラでは真似できないような画質と表現力です。一般的な使い方ではありませんが、外部レコーダーを接続することにより 4K 映像が収録できるのも人によっては重宝する機能ではないでしょうか。軽量なのも良いところで、パンケーキレンズをセットすれば普段バッグに入れて持ち歩けるようなコンパクトなのに超高画質機とするのも面白いかもしれません。いかがでしたでしょうか。ここまで見ていただいた方であればもうお気づきかもしれませんが、今回紹介していったモデルは目的別に特化したモデルが多く、不本意ながら本来比較するべきではない機種が並んでしまいました。なので今回はあえておすすめ機種を決めるということはせずに、動きの速い被写体を撮影するのがメインなら EOS7D Mark II を、天体や暗所での撮影がメインであれば D810A や α7S ILCE7S、大きくプリントしたいのであれば Canon EOS5DSR といった具合になります。そして誰にでも進めやすい機種としてオールマイティに使うことのできる D750 があるといったところでしょうか。
以上です。それではまた来週。さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。